Alright guys, welcome back again to more Tsukihime. Let us continue. 基本的にはそうです。移植は転生先の肉体が胎児の時に行われます。それは医学的な工程ではなく、自然のサイクルに近い工程です。先ほど全情報と言いましたが、要は魂という名の電波と思ってください。電波を発信するのも受信するのも人間の脳。ロアはその肉体が死滅した際、魂を拡散させて次の肉体に転移します。転生先が決まっていればその肉体に、決まっていなければ一定条件を満たした胎児にランダムに。ロアの優れたところは、魂なんていう計測不能の形而上のものを定義し、伝達可能なものとして加工したことでしょう。As unexpected and hard to believe as it is, it does make sense. The vampire Roa is reincarnated into some baby when his current body dies, where he remains dormant until the baby reaches adulthood. Not even then, sometimes just like teenage. 先輩の話を鵜呑みにすると、そいつは本当に死なないじゃないか。不死身じゃないけど、それ以上にタチが悪い。殺しても違う人間として生まれてくるなら、そいつは人間がいる限り永遠だ。不老不死ですらない。ええ、その通りですね。ロアが使徒になったのは今から800年ほど前。それから現代まで転生した回数は16回。そのことごとくをアルクエイド・ブリュンスタットは殺害しています。アルクエイドが？はい。彼女にとってロアは特別な吸血鬼ですから。私にとってもロアは特別な吸血鬼なんですけど。神祖は使徒に関心を持たないものですが、アルクエイドは神祖の中で唯一吸血鬼を殺す神祖でした。彼女は今まで多くの吸血鬼を殺してきましたが、その中でも特に執心していたのがロアです。I've known that Arkway is a vampire who kills other vampires. After all, she did fight Blob. And she seems to be going after Roa too, though it feels like things are a little more complicated. そうだ。ブローブとロアは違う。ロアってやつは死んでもまた生まれてくるんですよね。なら何回殺しても意味がない。あいつそれを知ってて今回も追ってきたんでしょうか。ええ、彼女にはそれしか手段がありませんから。そしてロアは吸血鬼として覚醒し、行動を起こした時点で彼女に殺され、その度に転生し、また彼女に殺される。そんな繰り返しをもうずっとしてきたんです。Seo hangs her head slightly, biting her lip as if in regret. A vampire with the power of reincarnation. Blob threatened to destroy human society by pure destruction, but Roa terrorized it using infiltration tactics. If Blob was a calamity clashing against civilization, Roa is a disease lurking in the shadows of society. 厄介ですね。先輩、そのロアって人はどんなやつだったんですか？おや、ロアの説明はこれで終わりにするつもりでしたが、彼に興味があるんですか？いや、なんとなく。そんな回りくどい不老不死を実現した吸血鬼はどんなやつだったのかなって。そうでしたか。ではもう少しだけ。始まりのロアは男性ですが、その性別は転生先の肉体によって変化します。この人の厄介なところは、その発見が極めて困難という点ですね。何しろ
人の子として生まれてきてきちんとした両親がいるんです。ロアが吸血鬼として肉体と意識を変貌させるのは肉体が満足に活動できる年からになります。ですのでロアの転生体は成長するまで吸血鬼としての片鱗を全く見せません。そのくせ一度ロアとして目覚めたら今まで培った人間関係を利用して完全に社会に溶け込むんです。教会がロアに気づいた時にはもう手遅れのケースがほとんどでした。ロアが育った町は死の都と化し、その絶頂期にアルクエイドによって終わらされています。Now, Roa's roundabout method makes sense. Being raised as a human allows him to freely amass power and partake of blood while remaining virtually undetected. But I still have one lingering question. Once the host matures and awakens as Roa, what happens to the human it was before? Will their original identity be forgotten, no more than a placeholder persona marked for deletion from birth? 忘れ去られるということはありません。Yeah, because he spoke about how he inherited the memories of his previous host, or of the current host. So it's not like the original character is removed. It's just that he takes on the persona and full control of the body. So the guy is no longer, or girl, is no longer around anymore. But he does retain their memories. That's terrible, man. だってその代のロアの人格と記憶はそれまで生まれ育った転生先の人間そのものなんですから。例えば A という人物がロアの転生先だとしましょう。A が成人に達して吸血鬼になった時、覚醒したロアの魂が A になるのではないんです。A という人物がロアという魂に汚染されるだけなんですよ。ある日突然何の前触れもなく趣味や思考が変わるのだと思ってください。二重人格のようなものじゃないんですね。ええ、元からの肉体が持っていた魂にロアの魂がプリントされる。転生先がどのような善人であれ、ロアが覚醒すればそれは吸血鬼という悪になる。死とはその生存手段そのものが人間にとって悪ですから。その折転生先の人格も肉体も変貌します。ロアという膨大な情報と価値観に切り替わるんです。肉体も吸血鬼になるんですか？ちゃんと人間として生まれたのに。転生するのは人格ではなく魂ですから。汚染されたロアの魂は覚醒した段階で転生先の肉体を徐々に吸血鬼化させる。何代も蓄え続けた情報を生かすにふさわしい怪物の肉体に。ですがそれだけでは万全とは言えません。転生は完成された不老不死のシステムですが、立ち上がりに不安材料が多すぎる。それを補うためロアは転生先の条件を絞ります。まず生まれてくる家が富豪であること、社会的地位も高く財産も豊かな家の子供として生まれれば町すべてを吸血鬼化させるのに便利ですから。それともう一つが転生先の肉体が強靭であること。こちらは絶対条件ではなく都合が合えばというレベルですね。人間の中にも特別な力を持って生まれてくる子供はいます。魔術と呼ばれる学べば習得できる神秘ではなく、生まれつき肉体が持ってしまう得意能力。一般に超能力者や鬼子とされる人種のことです。得意能力というのは遺伝するケースが多いですから、ロアは自分の新しい肉体にそういった人間ではないものの家系を選ぶこともあったと言います。Seo explains all of this dispassionately. A family with wealth and renown,
one that spawns people with special abilities. What is this feeling? I don't like listening to this. Not because it has nothing to do with me or because I don't care, but thinking about Roa's conditions and all that makes me feel unbearably sick. He's worried because he does come from a pretty well-off family. And he's the only guy. Well, no, that doesn't count actually, because we just talked about how he can reincarnate as either a boy or a girl. But that would also explain why he's been feeling all these, what do you call it? These little, distortions in his head. But I feel like that's still not the case. ロアの話はここまででいいでしょう。言うまでもなくロアは私の敵であり、この町に住む人々にとっての脅威です。そして脅威というのなら、それはロアだけではありません。アルクエイド・ブリュンスタット。彼女こそロアを上回る災害にして元凶。この町を吸血鬼の住処にまで貶めたのは、他ならぬあの化け物です。My mood changes instantly. Her words hit me like a flint against steel. Did Seal just say that Arkway is the source of all of this? And she called her a monster. 何言ってるんだ先輩。あいつは俺を助けてくれて町のために戦ってくれたんだぞ。元凶だなんてそんなこと。だからそれが間違っているんです。彼女はこの町の安全なんて、ましてや人間の命なんて考えてすらいない。彼女は個人的な理由でロアを追っているに過ぎませんから。遠野くん、使徒だって元は人間なんです。彼らが吸血鬼になる方法は2つあります。魔道を極めて自らの肉体を永久期間に変革させるか、神祖という初めから吸血種として生まれたものに血を吸われるか。ロアは後者、神祖に血を吸われて使徒になりました。ロアという吸血鬼ですら神祖という超越種の犠牲者に過ぎない。Unfazed by my outburst, Ciel looks straight at me. Her emotionless eyes tells me what she's about to say. アルクエイドがロアの血を吸ったって言いたいんですか？憶測ではなく事実です。彼女は800年前に一度だけ過ちを犯した。神祖の王族でありながら人間の司祭だったロアの諫言に乗り、杯に汲まれたロアの血を飲んでしまった。神祖は私たちとは大きくかけ離れた存在です。There it was again. 使徒は確かに絶大な能力を持っていますが、それらは所詮人間の延長でしかありません。長い寿命を得たからこそ自己の能力を向上させ、結果としてあのような超能力を持つに至りました。極論ですが、ただの人間であっても長い寿命さえあれば、誰だって吸血鬼程度の能力は習得できる。That sounds familiar. Did I read that somewhere recently? It said that for all their claims of never aging or being immortal, vampires were nothing special. ですが神祖は違います。彼らは現れた時から人知の及ばない力を保有している。神祖とは精霊そのもの。地上で起きるあらゆる自然現象の化身。この星の分身と言ってもいい。私たち人間は自然との共存から独立、自立することで繁栄してきました。星の恩恵を受けながらも資源を略奪し、星が滅びようと私たちは滅びない未来を手に入れた。人間だけがこの現在に行き着いた。人間が地球上で最も優れた種として確立したのはこの一点があったからです。けれど星にしてみればそれは悪です。世界であれ一つの生命、一つの概念です。ですから自身を人間から守ろうという意志が働きます。
That's crazy talk. There's no way that nature has a will of its own. It doesn't defend itself, let alone harbor emotions like hatred towards the pest defiling its body. No. It does. It absolutely does. But the phase of its life, the scale of its existence, it's so distant from yours that you cannot perceive it. Look at this reality. See for yourself the emotions of nature. Gaze upon the colors your diminutive senses cannot endure. You do not yet know the anger and pain of this flowing life. The momentary terror passes. I find relief in the fact that our shared values are aligned with human sensibilities. Does the planet harbor resentment toward the life forms living on its surface? It is unthinkable, or perhaps we simply cannot sense it. But no, that is not all. Nature, or the world, has a will of its own. It is this that protects us and allows us to live. It is not that we cannot sense its resentment. It is that nature has endorsed the ideal that humanity is beautiful. 惑星、自然現象が自らの触覚として独立させた存在。What a very weird thing to see. それが一般に妖精、精霊と呼ばれる者たちです。神祖というのはその一種族なんです。元から人間を諌める役割として生まれた彼らは、人間を悪としか思っていない。私たちが人間を捕食する吸血鬼を悪と思うように、神祖にとって自然を食い物にする人間は悪なんです。If that were the truth, it would only be too funny. Why have they been designed so that they cannot exist without feeding on such wickedness as humans? わかりますか？神祖にとって人間は敵に過ぎません。I'm trying to understand what the hell is just going on there. もともと自然の一部。いえ、この星そのものとリンクしている彼らの能力は、それこそ再現というものがないんです。教会の歴史の中でも、神祖と戦った記録は数えるほどしかありません。彼らは世界そのものから力を引き上げる。彼らを倒すということは、世界を倒すほどの概念武装が必要になります。Alright, check. もちろん、そんな武装はありません。You're looking right at him. ですから彼らには、外的要因による死を与えることができない。さらにはこんな碑文も残されています。神祖を撃つのであれば、万全のまま撃ってはならない。死に瀕した神祖のみ葬るべしと。奇襲ぐらいでしか殺せない怪物だというのに、不意打ちを禁じているとかわけがわかりません。That night, she told me something in the hotel room. If Shikitono had met her at night rather than during the day, not even these eyes would be able to see her death. In other words, no matter what, she will never die. She is the polar opposite of the man who sought to escape death through reincarnation. いいですか、遠野くん。アルクエド・ブリュンスタッドがロアを追っているのは、ロアに与えてしまった自分の力を取り戻すためなんです。それは決して人間のためではありません。なぜ彼女が弱っているのかは分かりませんが、もし力が戻れば、遠野くんの手を借りる必要なんてなくなります。その時、彼女が遠野くんを無事に返すと思いますか？ Ciel is dead serious. She's seriously worried for my life. She seriously loathes the blood-sucking monster she thinks Arkwade is. But I'm sorry, Ciel. I just can't abide that. Because just like you, she accepted me with a smile. Let this monster stand by her side. 返すに決まってるだろ。だってあいつが俺をどうにかするなんてそんな理由ないんだから。
彼女は吸血鬼です。それも使徒のように自身が生き延びるために血を必要とする吸血種ではありません。いいですか、遠野くん。神祖たちが人間から血を吸わなければ、そもそも使徒なんていう吸血鬼は生まれなかった。彼らは人間の血なんか吸わなくても生きていけるくせに、ただ吸いたいという吸血衝動だけで人間の血を吸って、人間を人間以外の怪物にしてしまうんです。そんなもののそばに一般人であるあなたを歩かせるわけにはいきません。Tsuyo's lecture ends there. Maybe it's the headache that's been gnawing away at me this whole time, but the person in front of me feels like a total stranger. 長くなりましたが、私からの話は以上です。これで彼女がどれほど危険な存在なのか、理解してもらえましたか？はい。額面通りにはなんとか。よかった。じゃあもう彼女には近づかないでくださいね。協力なんてもってのほかですから。Cannot abide by that either, CL. I can't agree with what CL's saying. I mean, she doesn't even know Arcwade. She has no idea what a good person Arcwade is. 遠野くん。嫌です。あいつとの約束は破れない。だってアルクエイドはいいやつだし、俺を殺そうとするとかそんなこと絶対に。ですからその彼女自身が危険なんです。いい加減目を覚ましてください。彼女は人間じゃない。いつ気まぐれから人間の血を吸うかわからない使徒以上の化け物なんですよ。I know. I know she's coming from a place of sincere concern. But even so, I can't let her insult Arcwade like that. やめてくれ先輩。あいつと話してもいないくせにそんなこと言わないでくれ。それは確かにそうですけど、だけど彼女は吸血鬼なんです。それだけはちゃんと理解してください。だからそれは違うんだって。いいか先輩、アルクエイドは血を吸わないんだ。あいつは自分でそう言ったし、それに嘘があったとは俺には思えない。She was lying about that part. She sucked blood at least once. And we know who it was. 他の真相がどうかは知らないけど、アルクエイドは別だ。あいつだけはきっと何だって言うんです。たとえ彼女が危険ではないとしても、遠野くんが戦うこと自体が危険じゃないですか。あなたは彼女とは違う、傷つけば死んでしまう普通の人間です。私が許せないのは、それが分かっていながら遠野くんを戦わせていることです。Okay, well, for Shiki, normal is pretty subjective right now, so... アルクエイドはあなたが死んでもいいと思っている。She does, actually. そんなの遠野くんを道具としか見ていないってことじゃないですか。Tsuyo's not yelling at me, but at Arcwade, even though she isn't anywhere near here. My whole head is aflame. I fully understand that what she's saying is correct. I know that logically. I'm the one in the wrong. But that's exactly why I can't stand the sound of her voice right now. うるさい。遠野くん。先輩はうるさい。アルクエイドは俺を道具扱いなんかしていない。知らないのに。アルクエイドのことを知らないくせに勝手なことは言わないでください。あいつが守ってくれなかったら俺たちはとっくに死んでたんですよ。少しは感謝するのが筋ってもんでしょ。Before I realize it, I'm on my feet shouting at CL. 感謝？それこそありえません。あんな化け物に感謝してどうするんですか。そもそも元凶は彼女です。あれぐらい当然の義務でしょ。
ああ、そういうことですか。なるほど、納得しました。どうしてアルクエイドが町を守ったのか。あれはあなたを騙すための布石だったんですね。ああやって人間らしいふりをすれば、遠野くんがコロッと騙されるから。I don't care if she was just being spiteful or if she really meant what she said. Either way, she thinks that Arco is just another vampire to be killed, and that I'm an idiot for having faith in her. 俺は騙されてなんかない。だいたいあいつが嘘なんかつけるもんか。先輩みたいに器用じゃないんだから。Oh. 俺はあいつを信じます。っていうか、あれが嘘でも喜んで騙されてやる。That's not a good argument, sir. ですね、自分が何を言っているのか理解していますか？社会を守る私たちより自由気ままに動いては街を混乱に陥れるあの旗迷惑な真相を信じるって言ったんですよ。You might want to check on Miss Noelle for quote unquote righteous, cause she's got some issues. さすがにそれは聞き逃せません。っていうか、私をバカにしてるんですか？バカにしてるんじゃなくて、アルクエイドを信じるって言ってるだけでしょ。先輩こそどうして分かってくれないんですか？あいつと協力すれば町はすぐに元通りになるじゃないですか。Hell yeah, why don't you two just do that? God. 彼女と協力するのなんて死んでもお断りです。月を重しにして眠った方がまだマシですから。And there you have it. I feel like I've heard a similar expression before. そうですか。死んだ方がマシって話ですか。じゃあ俺も言わせてもらいます。アルクエイドを目の敵にする先輩はなんか全然先輩らしくありません。ブローブの方がマシってレベルで不愉快です。Alright, let's not go that far, Shiki. Come on. ああ、そうですか。私も同じぐらい不愉快です。そんなに言うならアルクエイドに騙されていいように使われたらどうですか？そんな人を心配するのもバカらしいですから、私。まあ余計なお世話だよ。今日から大手を振ってあいつとパトロールできてせいせいする。アルクエイドの方が先輩より頼りになるし、強いし、いちいち小言も言わないし。Okay, now that's just petty, Tono. もういいです。出て行ってください。遠野くんなんか絶好です。こちらもせいせいします。遠野くんなんて頼りにならないし、弱いし、放っておけないことばっかりするし、二度と話しかけたり様子を見に行ったり助けたりしませんから、そのつもりで。それはよかった。じゃあ勝手にします。失礼しました。I shot a retort at TL and bolted out of the tea ceremony room. I don't stop, squaring my shoulders as I dash through the hallways back to my classroom. なんだよ、子供扱いして。先輩だって頑固じゃないか。アルクエイドを嫌うばっかりで、俺の話を全然。No. She didn't refuse to hear me out entirely. She let me say my piece and listen patiently. I just got myself all worked up about Arcwade. でも分からず屋なのは変わらないし。俺から謝ったりしないからな、もう。On the brink of calming down, I forced myself to keep racing down the hallway. I feel like if I stop now, I'll end up going back to the tea ceremony room to apologize. I'm not sure I can say the same about me, but I know Arcwade hasn't done anything wrong. So no matter how conflicted I feel, there's no turning back. おや、昼休みも終わろって時にえらくしけた顔で戻ってきたな。ははん、購買部の袋を持ってるってことはろくなもん残ってなかったな。The boy who ran away because he was afraid of getting a shot is back, wearing a look of perfect innocence. But now that he mentions it, I realize that I'm still holding the food I had planned on eating with CL. Lunch ends in 10 minutes. I'm in no state to eat right now, physically or mentally. アリヒコ、お前、腹。まあ8分目ぐらいかね。
何くれんの？ああ、食べてくれ。ちょっと今は入りそうにない。I hand Narihiko the bag from the school store. そういうことなら喜んで。お、カレーパン多めだな。というかカレーパンしかないな。あとは牛乳だな。趣味どうかしているな。Narihiko digs in without a second thought. Fifth period is minutes away, but at that pace he'll have no trouble finishing it. The bell rings, bringing lunch to an end. Drowning in self-loathing, I put my head down on my desk and wait for fifth period to start. I still feel strangely depressed even after school is over. There's no one else in the classroom. After-school club activities have been suspended because of the serial killer, so most students have gone home. Silence has retaken the school. Looks like CL's true to her word. There's not a single sign that she'll be coming. いや、別に気にしてないし。単に休んでいただけだし。もうさっさと帰るからな。I mumbled to no one in particular. My phone goes off as I leave the classroom to go home. I take my phone out of my bag. Unexpectedly, the text is from Miss Noel. All it says is this: "Are you free right now? There's something I want to show you. Don't tell CL, okay?" Attaches an address, along with a screenshot of a map. Well, why not? I don't know what she wants, but it might take my mind off things. Well, this can't be good. If I go back to the mansion like this, I'll probably just be depressed all night. The abandoned factory outside of town that shut down a few years back. Administrative building, 4th floor. That's what the message said to me. ここでいいんだよな。I'm standing in front of a fire escape. This is a pretty sketchy meeting place, but I know I've got the right address. I shove all doubts back down. It'd be stupid to leave now after coming all this way. Might as well head up the stairs. If Miss Noel's not here, I'll just go home. I begin to climb the rusted stairs, careful not to make a sound. With the whole building having been abandoned, the stairs are in disrepair. これ崩れないだろうな。I gingerly put one foot in front of the other. Then, I hear something moving. It can't be the sound of the wind. 今の足音、上からだな。The sound gets louder the further up I go. Before long, I reach the 4th floor. A metal door stands before me. My hand goes to the doorknob, which turns easily. It's unlocked. I hear the noise coming from within. I open the door and peer into the room. It's dark, completely closed off from the outside. Naturally, there's no electricity, so all the lights are off. But deep inside, I see several flashes of light. Is this girl torturing more vampires? ノエル先生。I call out before entering. あ、来てくれたのね、四季くん。ごめんなさい、迎えに行けなくて。とにかく入って入って。Miss Noel's voice cuts through the darkness. I guess this is the right place after all. As I let go of the doorknob, the weight of the door causes it to close on its own. I squint my eyes in the dark. Before I even have a chance to wonder what's in the room, I instinctively cover my nose. A
familiar stench assails my nostrils. Ah yeah, she's doing exactly what I expected. She is torturing all these vampires. The sticky floor squelches under my feet. I slip my knife into my sleeve for easy access and proceed toward the back of the room. And there. There, I see. 2 vampires, each gagged and bound to a chair, their bodies twitching and convulsing. These 2 are the source of the stench. The noise I heard came from them smashing their heels against the floor in an attempt to ease their suffering. Their feet are sizzling, scorched by the light enclosing the chairs. Foam flows out from their gags and drips down their chins and involuntarily responds to their pain of being burned alive. How long have they been roasting like this? The muscles around their throats are so taut from constant screaming that bone is showing through. Their writhing bodies are covered in blood. It pours out of the wounds not only sustained from struggling against their bonds, but carved into them by a variety of instruments. こっちよ、四季君。シエルさんには内緒にしてくれた？ Blood and flesh splatter on the floor and walls. The air in this room feels like it did in those passages under the department store. In the middle of it all, Noelle is smiling from ear to ear as she looks down at the 2 men tied to the chairs. The thought of even asking what this is makes me sick. Instead, I implore the woman in front of me to explain through my gaze alone. わからない？四季君には何度も助けられたし、いい機会だから私たちのお仕事を見せてあげようと思って。それにほら、この子たちのこと覚えてる？ She didn't even have to ask. I recognized them right away. The 2 tied to the chair are the same 2 that led me below the department store. そういうこと。私だけで始末してもいいんだけど、あなたもこいつらには貸しがあるでしょ？だから仕返しさせてあげようと思って。はーい、お待ちかねの懺悔タイムよ、君たち。もう誰もやってこないし、防音は完璧だし、無粋なおしゃぶりは取っちゃいましょうね。That is a lot of blood that was lost for these people, huh? She takes the gag off one of the vampires. The vampire makes a wet guttural noise like a clogged pump spewing water. It coughs violently as it spits up the saliva and blood that was trapped in its mouth, then looks up at its captor. Its eyes are filled with neither hate nor bloodlust. Such defiance was a glimmer of hope that faded many hours ago. やだ。やだ。嫌なんです。死にたくない。死にたくない。せっかく不死身になったのに、こんなところで死にたくない。もうやめてください。許してください。助けてください。こんなのってないです。いくらなんでもあんまりです。俺たちだって被害者なんです。You just said you went through all this trouble to become immortal. That naturally assumes you went and got people killed. I don't know why you're considering yourselves victims. This is nothing but a miserable wretch now. So weak, so fragile, it's barely one step away from death. It begs for mercy with its every fiber of its being, prays desperately for life. Humans have a tendency to sympathize with the weak no matter the situation. They also possess the intelligence to judge the present independently of the past. The treatment of the criminals is one example of this. No matter how great the atrocity committed, a powerless prisoner may be granted a chance at forgiveness and a new life. Denying them this mercy or allowing it as an act of human kindness is a right that belongs solely to the victims. Maybe not you guys. This woman has no mercy. After listening to the weakling beg for its life, she begins her meticulous work, torturing it in accordance with the number of its pleas. She starts from the fingers, moving to the wrist, then the elbow, and finally the shoulder before switching sides.
Once its other arm is gone too, she swaps out her tools and sets to work on its insides. No longer interested in cutting and crushing, she takes up tools for stabbing and burning. Damn, Noelle. Jeez. It's as though she's cooking. She's like a chef filleting a live fish, only with the entirely different techniques and principles. A chef employs a measured technique to cut the fish without killing it, based on the principle that it should be kept as fresh as possible. But not this woman. For one thing, she has no technique to speak of. The only reason her catch is still alive is because of its natural tenacity. Though it could be argued that she is driven by a certain culinary principle. That is, the goal of savoring her meal. She is processing it alive, leaving its vocal organs intact to the very end. Just so she can savor its every scream. 入れないで戻し入れないでその蓋を閉じないで The screams stop before long. Not because it has died, but because its body no longer occupies the chair. The woman has taken the vampire's body apart piece by piece, leaving only the head alive. She stuffs all of its parts into a 50cm square box and trusts the lid. The other vampire's face is twisted in horror, having watched it all from the beginning to end. Or rather, having been forced to watch it all. Their eyelids have been removed, making it impossible for them to avert their gaze. Oh, God! Oh, that's gross. Gusts of wind steeped in blood howl through the room. A desperate scream, no doubt a plea for life, spills out of an opening in its gag. どう？この海底の吸血鬼に痛覚はないんだけど、特別にこいつらにも通じる道具でバラバラにしてあげてるの。What do you mean they don't feel pain? Did you not hear them screaming in agony? たった1日の審問時間しかないんだもの。これぐらいはやらないと、この子たちに騙されて殺された人たちの無念は晴らせないでしょ？ The woman takes her eyes off the vampire and approaches me, her every step accompanied by a squish. In her hand, she holds an antique tool resembling like a coping saw. さあ、四季君もどうぞ。これは洗礼済みの器具だから、素人が使っても効能は発揮されるわ。切れ味は悪いけど、その分頑丈で、吸血鬼は触れた箇所から焼かれていくから、返り血も出ない優れものよ。あ、いきなり首を切るのも悪くないけど、初めはやっぱり小指からの方が簡単だから、できるだけ苦しめて殺しちゃって。She offers me the saw. Oh, oh no, 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 no. No. Oh, this could lead to a bad end for me. I already know. Oh boy. Follow her lead. This is poetic justice. I want no part in this senseless deed. Well, we all know I am definitely not doing this. Let's see what happens now. 悪趣味だ。とてもじゃないが付き合えない。I push the woman's hand away. The force behind my hand is unexpectedly strong, propelled by my revulsion towards her. へえ、何？悪趣味ってどのあたりが？もしかしてスプラッタすぎた？でも、その割には落ち着いてるわよね、四季君。普通に生きてきた人間なら、この部屋に入っただけでも大友なのに、さっきからこいつらじゃなくて、私にしか注意を払ってないし。趣味がおかしいのは私だけじゃないと思うけど、それとも、性癖がバレないように、いい子ちゃんぶってるとか？ I stop myself from letting her taunt provoke me. I don't pretend to be a good person. What disgusts me about this is that the results don't justify the effort. 殺すのなら無駄なく殺すべきだ。俺は人間を襲う吸血鬼を殺したいだけで、いたぶりたいわけじゃない。はあ？
人間を襲う吸血鬼を殺したい？バックじゃないの？それがいい子ちゃんぶってるっていうのよ。吸血鬼は何であれ殺すの、死ぬの。考えられる限りの傷を重ねて自分からもう殺してくださいって懇願するまで苦しめるものなんだってば。Oh, he definitely felt that. Her gaze remains fixed on me as she casually throws a weapon at the chair behind her. The weapon pierces the vampire to the groin. Oh, God! And they're immortal! Oh! Oh, God! Oh! Oh! Its muted anguish reverberates through the concrete. Foam bubbles around its mouth like a pot boiling over. さあ殺して。相手は何もできない生肉よ。あなたが今まで殺してきた死者より簡単な作業でしょ。 I can tell you right now that vampire is never biting another person again. 違うのは、あれは人間らしい知性があって人間らしい悲鳴を上げて人間らしい生活をしてたってことだけじゃない。人の痛みが分かる相手なら人間の痛みを味わってから無残に落ちぬべきなのよ。 There's hatred in her eyes. It isn't directed at the vampire, but at me for not taking the saw. Noah's rancor is a response to my disapproval of her methods, and to her own weakness in nearly letting herself be swayed by me. じゃあどうするの？もしこいつがもう人間は襲わないなんて誓ったら見逃してあげるの？生かしてあげるの？信じられない。こいつらが何人罪もない人間を餌食にしてきたと思ってるの？こいつらは怪物なのよ。なのにただ人間っぽいって理由だけで人間扱いしてやるの？君は。 I can't deny it. The man in front of me absolutely did try to kill me. Who knows how many people he killed in the same way? But that's not the issue at hand. What this woman is saying is, those who become vampires must not be allowed to live. They have no human rights, whatever they may be. They have lost the right to exist. That kind of thinking is not something I can agree with. I may not be able to avoid killing in self-defense if I cross paths with a vampire who feeds on humans, or a walking natural disaster like Blob. But if I come upon a vampire who doesn't attack people and wishes to live like a human, I see no reason to kill it. Going that far just isn't in me. ああ、そう、分かったわよ。私がやるわよ。こんな国でのんきに生きてる君に期待しちゃった私が間抜けってわけね。せめてそこで見張り役でもやっといて。かかしみたいに突っ立ってこいつらの末路をよーく覚えておくがいいわ。 The woman turns her back to me and walks towards the vampire tied to the chair. She takes off its gag. 助けてください。助けてください。 Heart-wrenching pleas spill out from the creature's mouth. Maybe it really would swear to change its ways. It might atone for its sins if that meant it could escape this nightmare of being by the woman standing before it. Like a man whose hands are tainted by countless sins suddenly awakening to the Father's love and becoming a devout believer. ダメ。あなたは死ぬの。というか死ぬの。死ぬの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 。 She almost sounded like a broken record up until that point. The dissection begins. Ear-splitting screams fill the air. The woman's work grows more intense by the minute. The first vampire had it easy. One's handling it with care. She now brandishes her tool wildly. Her meticulous dissection has become a brutal dismemberment. The vitriol flying from her mouth makes it impossible to tell which of the two is the devil. 殺してやる。殺してやる。殺して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 跡形もなく殺してやる。死ね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 。早く死ね、今すぐ死ね、最後まで苦しめ、限界まで助けを食え。吸血鬼も吸血鬼のなり損ないも吸血鬼になるやつもみんな汚らわしいウジ虫と同じなんだから。ねえ、そうでしょ。私の言っていること
わかるわよね四季君。 Nah. Mm-mm. 吸血鬼になった者は速やかに死ぬべきなの。 What about the ones that got bit without their consent, you know? What about the actual victims? こいつらはゴミ以下なの。病原菌なの。ただそこにいるだけで汚物を垂れ流す害悪なのよ。 She picks up an iron weapon sitting in the corner of the room. This has gone beyond dissection, beyond even torture. The halberd, nearly 2 meters long, scrapes against the walls and ceiling as the woman raises it and brings it down on the vampire. Bone and flesh is crushed with a dull thump.